はい、ひろちゃんです。今日は、なんだ、シャインマスカットの副梢の管理の仕方関係をちょっとコメントいただいたんで、コメントあると嬉しいんで、それを取っていきます。そういったコメントをいただくと、それに合わせてどういった情報が欲しいのかっていうのもわかるんで、入れてもらえれば、自分の栽培方法で良ければ、動画作ってアップしていきますので、よろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方お願いします。余談ですが、別に昨日ちょっと深夜イカ釣りに行ったからといってあまり元気がないわけじゃないです。じゃあちょっとやり始めます。4年目を5年目4年目ぐらいを迎える木です。ちょっと私も年数がはっきり分かってないです。ブヨがすごい飛んできます。はい。で、見てもらえれば、これが結果帽子ですよね。結果帽子から、葉っぱ1、ここ1枚と数えないです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個あります。で、葉っぱ6枚から7枚って言うと、このブドウがなっているこの葉っぱから数えます。私のやり方ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個あります。だから、これ若木なんで、10とか、残してます。で、ここの節、この節のところから出ている芽が、若いと1本しか出ないんですよ。で、こういう風に2本出すように形に来年は全部していきたいと思ってるんですけど、そうすると、これを主としてブドウを鳴らす。で、こっちを副として、ここに栄養を生かすために、取っておく。葉っぱを。っていうやり方はしますね。で、副梢全部切っていってるんですけど、こういう切り忘れ、芽の切り忘れもあります。で、これでいくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。だから、10枚ぐらい若木は残してます。じゃあ、それに対して、何やったっけ、房の粒の、うわ、食い込んでる。房の粒の大きさ見てみますね。もうだいぶ重たくなってるんで、この種の線が緩くなる。で、これぐらい。もうバリバリちっちゃいです。だから 10g ないです、これは。で、大きくはならなくて、これぐらいのものだと思ってます。で、味的には、小粒ではあるんですけど、酸っぱいんですけど、皮残りますね。で、これぐらいのシャインマスカット。で、これが本当だったら50房もしくは30ぐらい鳴らすのが基本。皆さんそうしてると思うんですけど、私は2倍体の木が、じゃあ実際にそれ、木に影響させられるのかちょっとわかんないんで、100つけてみます。ちょっとそれも検証ですよね。で、これぐらいの粒。これが10グラムあるかなぐらいですね。で、色が来るのも早いんで、色が来るっていうのはこの緑色から黄色になるやつ。ね、これぐらいでも十分、シャインマスカットの味がしてすごく美味しくて、糖度が18度いくんで、粒の大きさを気にするんであれば、適流して、粒を、先ほど見たのはかなり粒があったんですけど、こっち少ないんで、40ぐらいにする。あっち5、60あると思うんで、そういう場合にすると、粒は大きくなります。で、ここは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚。10枚ぐらい残してます。なので、若木に関しては、私の方は副梢は全部切ってます。で、粒の影響は、
あるっていうんか、まあ今の見てもらったらそうでもないんで、11グラムぐらい多分あったと思うんで、多分ね。なので、あ、ベトキおる。はい。なので、まあ、若木だったらこれぐらいのものだと思ってます。で、これも、要するに今摘粒して、粒を、少なくすれば大丈夫なんですけど、これなんか、間違いなく、摘粒全然してないですよね。まあ俺か。俺がしてないんですけど、で、本当だったら本当、これかなり摘粒して粒を小さく、少なくするっていうやり方が基本ですね。で、そうすると、それに対する、要するに粒は大きくなっていくと思います。今こういう摘粒を今するんかっていうのもあるけどね。まあでも9月ぐらいまで熟成するのにはかかるんで、減らせば減らすだけ他の粒に栄養がいくんでいいのかなと思います。たからないで。これが多分10、これぐらいです。多分10グラムぐらいかな。で、さっきのは多分10グラムないです。でも、そこまでの粒の、ここの黒いのはいくつかな？ちょっと気になるな。はい。これが若木のやつです。で、基本シャインマスカットを、主にこうやって動画撮ってるんですけど、ピオーネとか、そういったものもやってるんで、ご質問等あれば、それに対応する回答ができるものはできるようにしていきます。まあ、これ間違いなく60ぐらいあるよね。わお。このブヨが噛むとバリ痛い。そしてバリかゆいんで、皆さんも注意しましょう。これね、そうは言うてもね、人気あるんですよ。安くしてる。で、思った以上に実がついてるんで、皆さんに重宝されるシャインマスカットの大きさです。よいしょ。こんぐらいっすよ。で、これが来年用になる、初めてのやつ。で、初めてのやつ。で、これなんかは忘れてるね。これどっから来たんだどっから来たんだろう。あとこういうのもね、忘れとるわね。はい。どっから来てるの？ああ、ここまで。ここまでで、ぶどうはなっている。で、ここまで伸びて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。じゃあ、今までこれが伸びてました。伸びてましたのぶどうはどうでしょう。そうすると、こんな感じですね。だから、別に葉っぱが少なくとも新梢がどうとかも関係なく、伸びるものは伸びるんですよね、やっぱり。で、粒も大きくなるものはなるんで、別に切ってもキラーでもいいよ。そんな私は気がしてます。ちょっと取り方ミスったね。これこっち行くよ。あ、行った。もげた。あ、もげてない。よいしょ。はい。そう言ってもこの小ささでもちゃんとひしめき合ってますね。さすがシャインマスカットさん。受精が強いですね。ことです。
ということです。はい。じゃあ、これが若木の、副賞管理のうちの私のやり方というか、私のイメージです。これは、間違いなく忘れてます。はい。こういったやり方で今やってます。ですね。あれだかな？うち？ああ、俺じゃん。俺がミスった。で、はい。だから予算とか、それはじゃあ、取っておきましょう。で、あとクイーンニーナーは、まあ、これか。うん。もし、色が来始めました。はい。じゃあ次、シャインマスカットいきます。で、これが、7年目。7年目ぐらいですね。のシャインです。で、この木だけが、樹勢が強いいうか、やばいな。いい房ができる、木になります。上に伸びてるのは、すっげえ量のブドウじゃ。はい。じゃあ、端の方から見てみましょうか。ここは1、2、節的には、葉っぱ的に1、2、3、4、6、7、8、9、10、11個ついてます。で、ブドウから1、2、3、4、5、6、7、8枚、9枚ついてます。めっちゃ飛んでくる。で、ブドウの実自体の大きさは、じゃあ、粒どうなのっていうことで、見てみると、うわお、もうこいつはアウトですね。よいしょ。この房はダメです。アウトです。はい。まあ、こういう房も中にはあります。で、次2本目。1、2、3、4、5、6、7枚。これ7枚ですね。7枚の房を見てみると、もう日焼けが今年激しかったけどね、まだ袋出し入れができますね。これがだいたい20超えかな。20ぐらいかな。20ぐらいの、多分、17か。うわぁあ、もう、やばいね。ポロポロ落ちるっていうのは、これ良くない傾向ですよ。うん、味はまあ、シャインなんですけど、なんかやばいの発見したな。このボロボロ落ち出すと、なんか軸が、さっきも見て思ったんですけど、軸のね、ここの部分が黒くなってるんですよ。これやばい現象です。OK、イップス、スリップス系ですね。あー、ここにもあるね。うん。ちょっと今年は、やばいかも。アザミウマが若干入ってるような、そんな気がします。もう痛いし。ブヨの対策でこれがいいよっていうのがもしあれば、教えてください。まあ空調機つけとったらね、意外と寄ってこないんですけどね。次のです。で、次真ん中の方を見てみましょうか。これが1、2、3、4、5、6枚。これ6枚です。これは、切り忘れです。これも切り忘れです。また今度ゆっくりしよう。はい。じゃあこれがどれぐらいの粒になってるかと言いますと、だいたい 20g
以上かなって感じですね。これで。で、軸の、軸自体も黒くはなってないけど、さっきのやつは黒かったんで、アザミウム系かなっていう。ちょっと動かした方がいいね、やっぱり。はい。こんな感じの房がなってます。なんで、だいたい20から25グラム、もしくは30グラムになりますね。で、これが多分20グラム前後かなっていう思うんですけど、だけ、房のと、あと木の年数とその木の力とあるんで、どれやったかな、これやったかな、これやったかな、これが葉っぱが1、2、3、4、5、6、7枚で、予備が1、2、3、4、5、6、7枚。7枚ついてます。で、忘れてるのは、ブドウができてます。ダメですね。ダメこちゃんじゃ。はい。じゃあ、これの房の確認をします。で、軸は、めっちゃ細いです。これぐらいです。軸が細く、太いのがいいって言うんですけど、多分古めとしたらね、太いのができたりするんですよ。で、これが、多分30グラムいくんじゃないんかなっていう、まだ割れてるんで、もうちょっと肥大化しますね。まあみんながこれは、ええね言うんだけど、この場所じゃね、この黒くなりおるけど、ここが一番いいですね。これが多分 30g になるんじゃないかな。多分。一粒が。そういった、現時点では、私が思うには、6年目、7年目か。6年目以降、7年。去年良かったんで、6年目以降の木に関しては別に副賞を残さずにいいかなと。で、問題は、じゃあ副賞って何しよるんやろって思ったんですよ。で、思った結果、別に副賞って、管理するときにめちゃくちゃ伸びてくるんで、それを嗅ぐっていうのがものすごくしんどいんで、で、それやるんだったらもう最初からなくてもいいし、じゃあこの副賞って葉っぱの栄養を送るものだと思うんで、オレンジの手に。はい。思うんで、ちょっと、どういうのがいいのかなっていうのはちょっと悩みはしてるんですけど、まあいろいろと考えていく上で、副賞って結局邪魔になるなっていうので、切ってます。で、そんなに栄養、肌にじゃない？なんか肌にの系のやつじゃないかな。はい。で、そういった形で、副賞は、別に残す必要なく、肥大化 ?1、2、3、4、7枚です。で、去年ね、5枚でした。ここまででした。だけど別に問題なく肥大化したんで、影響はないのかなと思ってます。はい、以上です。次行きます。これもさっきと同じ年数の木ですね。で、これも1、2、3、4、5、これ5枚ですね。5枚で切ってます。で、切って、玉太りに生かすためには、結局、この大きい葉っぱをメインで自分は考えてて、その副梢がそんなに、この玉太りに必要な栄養を持っていってないんじゃないかなという、まあそういう
だから結局、副賞って伸びていくんで、伸びていくっていうことは、そこに栄養が取られていくわけですよね。ってことは、ほら、切ってしまった。伸びていくっていうことは、それだけその栄養がその先々行くわけですよね。副賞の場合は。で、先々行くんやったら、それ絶対栄養、そいつ全部取り寄るじゃろうと思って、で、副賞の栄養を取らすよりかは、ブドウに生かした方がいいんじゃないかという説ですね。説っていうか、そういう考え方ですね。なんか、大きそうなの測ってみましょうか。これが葉っぱ、1、2、3、4、5枚ですよ。5枚の、で、なおかつ、服ついてないです。で、これが、これぐらい。これ、年数がね、同じ木なんだけど、同じ木っていうか、まあ、同じ年数の木なんですけど、こっちの方がね、遅いんですよ。だけ絶対木によって、違うんですよ。なんで一概に、自分の木がとか、どうとかじゃなくて、多分何本か木持っとかないと、よし悪しが、色がもう違いますよね。さっきのもう黄色いんで、先あっちの方が売れるんですよ。売れるっていうのが熟すね。はい。まあこういう房ができてます。なんでこれは、9月末から10月ぐらいですね。さっきのが9月中ぐらいにはちょうど18ぐらい行くんじゃないかなと思うんですけど、今年この日照り状態でどこまで行くんかなっていうのは、ちょっと謎ですね。まだここまでの。うん。こっちの端見ときましょうか。暑いな。こんなもんだかな。端まで行こうか。これは開けたくないね。はい。開けます。これぐらいです。これが、なんじゃこのこれが、何あ、1、2、3、4、5、6枚。これ6枚です。6枚でこの大きさになります。20ないんじゃないこれは。まあこれぐらいですね。あ、刺した。はい。こんな感じです。今鳴いてるのは、鳥よけの、日本じゃいない鳥の鳴き声です。これするとね、カラスが来なくなるんですけど、まあある程度したらカラスも慣れるんで、来るんですけど、そうなってくると、頭にテグス貼ると来ないです。で、来るのはほぼ、クイニーナ、ピオーネ、シャインには来たことがないです。はい、こんな感じなんで、玉太りに関しては、別に、ちょっと真面目にやろう。やべえ。知人のところやりすぎ。1、2、3、4、5、6枚です。なので、こういう形でやってますので、玉太りに影響は、6年目以降の木には、ないのじゃないか、と自分は判断しました。1、2、3、4、5、6、7枚。いらない。葉っぱがぼっちぼちやばいのがあるね。こういうね、枯れた葉っぱは、なるべく落としてください。そこからカビが発生します。下に置くんじゃなくて、ちゃんと取って廃棄してください。できるのであれば。これもちっちゃいけど、まあこれぐらいですね。はい。こんな感じが私の今のところ2年目なんですけど、私も2年目の検証状態ですね。おるね。またちょっとゆっくり撮ります。はい。こういう状態でやってます。じゃあ次ちょっと家の方のですね、房の方確認もしてみます。それでは。はい、じゃあ、これが、1、これが1か。1、2、3、4、5、6、7枚。で、副賞全部切ってます。で、これは副賞が伸びてます。切らんといけんやつです。
本的には1、2、なってないか。1、2、3、4、5、6、8枚ぐらいです。じゃあ、実の太さ見てみます。だからこれも3、4年、5年、6年目ぐらいのやつは、粒が小さいです。はい。これ花ぶるいかなりしたやつです。10、10ちょいですね。のグラム。で、まあ、この木は花ぶるいする木です。もう間違いなくこれは、この木は花ぶるいします。なんでフルメットした方がいいかなと思ってます。自分の中でフルメットっていうのは、その花ぶるいとか、その滴流粒が残りにくいんで、そういう残りにくいやつを救うために使われるものだと思ってるんですけど、結構あれがね、まあ、ブドウの房が太くなるイメージも思ってます。あります。けども、あれは基本的にはフルメットっていう名前だけに多分、振るわないようにするための薬かなと思ってます。今ここも、1、2、3、4、5、6枚。これ6枚。6、7枚ですね。で、粒はこれくらいなんで、10ぐらい。で、ここの社員は、花芽が、加水ができなかったんで、あんまりつけてないんですけど、でこれも、やっぱ木によるんかなと思ってて、で、1、2、3、4、5、6、7、8枚。8枚残してます。で、ここの木は、ちょっとまだ、おととし植えたんかな植えたばっかりなんで、ちょっと根を生わそうか思って、先だいぶ伸ばしてます。なんか木よくな。で、房的にはこういう房。まあ、さっき見た房みたいになるんで、やっぱりね、木の性質と、あとは適流、どんだけ粒を最初に減らしてるのかによって、まあ、これ、家で測ってみようか。これぐらいね、まあ、さっきのと全然大きさがちゃうんですけど、だいたいこれが10、まあ俺もグラム当てはできんかもしれんけど、なんとなくですけど、ここもここの軸が黒くなるよね。あれ良くないね。スリップス、アザミウマ系じゃろうね。最初の防樹、やっぱり大事にですね。やっとかないとやっぱブドウいうのはちゃんとならないです。シャインマスカットはあまりないんですけど、クイーンニーナピオーネ。あれが一番難しいですね。作るのは。こいつら。もう色があんまり来ないな。多分アザミウマやられてると思います。この辺黒いですよね。全然向こうと違います。じゃあちょっとこれ、グラム測ってみます。なんとなく10、16、17、15、15ぐらいだと思います。はい、ひろちゃんです。あっち、ここが、10メートル、横に10メートル、縦10メートル、横2メートル半ぐらいのやつです。木的には3、4年目ぐらいで、ちょっとこの人の持ち主が、英語に行かんかったんで、何回か切り返ししてるんで、実際何年かはわかんないです。シャインマスカットです。で、これも同じシャインマスカットで切り返し何回もしてるんで、ちょっと何年かわかんないですけど、多分4年ぐらい目ですね。じゃあこっちの紹介していきます。じゃあちょっとグラム測ります。軸はこれぐらい残してます。で、これが、低かった。13でしたね。13グラムだったんで、多分、あそこの20ないんじゃないですかね。大きさ的には。で、これぐらいの大きさが5グラムなんで、少ないね。だけど、だいたい5グラム前後じゃないかな。で、ついでに、今現時点の糖度を測ってみます。のと種の確認もしましょう。はい。種はないです。で、ないですね。空洞もだいぶ埋まってきてるような、そんな感じです。うわ、ねっちょりしとる。ちゃんとね、毎回、掃除せなあきまへんがな。よいしょ。こいつの測り方なんだけど、多分みんな知っとってとは思うんですけど、一旦最初0にしますね。で、覗いてみて、0っていうのを出そうとしたときに、ここに普通の水入れます。水をここに
水をこうやって測ると0になるんで、で、0になったら、ならなかったらこれで調整します。で、0、要するに水が糖度0っていうイメージです。で、なるべく甘いところは根元の方のこの部分なんで、ここの糖度を測ります。で、一口で食べる系、大概ここを最初に食べるんですよね。で、そうすると、今現時点で 15.5 度あります。とりあえず写真撮っとこうか。で、周りの部分は 15.5 度あります。どう言えばいいかな。よいしょ。よいしょってやったときに、自動的にオフにして、温度。これ見えるのかな。10。この糖度です。で、これが、周り、この周りの糖度ですね。で、そうすると、真ん中の方、ここですね。この辺の部分はどのぐらいなんやろうっていうふうに思うと、ここの糖度は間違いなく低いと思います。低いですね。14.5 度ぐらいですね。なんで、それの、やっぱり、どう言えばいい糖度は、場所によって違いますね。で、あと、先っちょより根元の方がある。で、これでいくと、この周りの方が甘い。この辺が酸っぱい。酸っぱいか、糖度が低い。という感じのものを今のところ私の方で検証してはいます。で、空洞も、やっぱり木によってなくなったりなくならなかったりします。なんでかわかんないです。はい。はい。まあちょっと今日は、そうは言うても、意外とトーク、いい感じでしたね。じゃあまた、よろしく。では。